おはよう。すごい木漏れ日じゃない？私、朝の時間が結構好きで、って言っても、早起きは苦手なの。最近、生活リズムがもう終わっちゃってるから、ちゃんと寝てはいるんだけど、朝までね、起きちゃって。でね、今机がもう、お菓子ばかりなの。見て。しかも、こんなやつもある。私ね、おしゃ魔女ドレミ世代なのね。だからこれね、300円ぐらいだったんだけど、こんな可愛い缶バッジついてて、めっちゃ可愛くない？嬉しい。これも後で食べるんだけど、これめっちゃおすすめだったの。セブンイレブンで買ったんだけど、なんかね、すっごいついてて、ザクザク食感なので。うん。聞こえる？でね、お腹空いちゃって、昨日買ったクッキーがあるから、見て、チョコチップクッキー。これちょっと食べようかなと思って。でも食べたらこれ眠くなるんだよね。お茶と一緒に。せっかくさ、外天気良さそうだから動画回してみた。じゃあちょっといただきます。私チョコチップクッキー大好きで、最高すぎる。めっちゃ美味しい。M&M's もある。私 M&M's 好きでさ、でも日本の M&M's しか食べたことなかったの。で、この前ニューヨークに行った友達に M&M's をもらったんだけど、なんか形不揃いすぎてびっくりしたの。なんか大きいし、不揃いなの、デコボコしてて、なんかアメリカを感じたよね。これは日本のやつらしいから、多分形揃ってると思う。なんか最近動画の雰囲気とか変えたんだけど、なんでかっていうと、私もともと YouTube 始めたきっかけが、ファッション系のお仕事をしてて、何かその仕事につながることがあればいいなと思って始めたのね。ただその、ファッション系のお仕事してる間は、忙しすぎて、あんまりもう、動画どころじゃなくなっちゃってたから、ちょっとずつ更新があんまりしなくなっちゃったんだけど、結局その仕事辞めて転職してってなって、また忙しくなって動画ちょいちょい出すようになっちゃったりとか、あんまり出せなくなっちゃって、感覚空いちゃったの。でもなんか最初の頃からどういう方向性で動画作ろうとかあんま考えてなくて、とにかく何か自分の手助けになればいいなと思って、とりあえず1本目の動画は卒業旅行の動画を出したんだけど、旅行好きだから旅行の Vlog とか多いのね。でも基本的に顔出ししてなくて、で、字幕だけみたいな感じだったの。で、それがなんでかっていうと、見てる YouTuber さんとかが旅行行ったりするとかが多くて、で、字幕が多かったりとか、喋ってはいるけど、なんか自分にはそんな喋り得意じゃないなみたいな風に思ってたから、字幕でやったりとかしてたの。でもなんか自分がやりたいことってそうじゃないなと思って、なんか私がやりたいのは
自分の考え方をシェアしたりとか、みんなの悩みを聞いたりとかって思った時に、別にその毎回そのメイクとか服とか完璧じゃなくていいじゃんって思って、なんか結構素で動画出してる方とかもすごいいっぱいいるじゃん。そういう人を見て、別に毎回顔とかも髪の毛とかもちゃんとメイクとかしなくても、その人自身が面白ければいいんだなと思って、で私がやりたい方向性ってそっちだなって思ったのね。だから今はこんな感じで動画を撮ってるんだけど、どうかしらなんか難しいよね、 YouTube って。方向性がさ、定まらなかったらいろんな方向に行っちゃうし、でも何かをやらないとその方向性って見えてこないから、なんか私は今までやってきた動画は全部頑張って編集したし、満足いくものではないかもしれないけど、作ってよかったなって思ってるんだけどね。でもこれからはこれまでの動画を経てこういうことしたいなみたいな思ってるんだよね。でちょっと今ね、ドスッピンをまだ晒す勇気はないの。でも将来的にメイク動画とか撮りたいし、Get Ready With Me とか撮りたいから頑張って出す予定だけど、ちょっと今はこれでご勘弁くださいさっき日記を書いてたの。ちょいちょい日記って書いてて、でもなんか一冊のものに全部書くっていうよりかは、その時に思いついた言葉とか思ったこととかをなんかいろんなとこに書いてて、なんかまとまったものがなかったのね、今まで。だから過去のノートとか見ててさ、私こんなこと書いてたんだみたいな思うことはあるんだけど、それって別にスケジュール帳のさ、何月のページとか、こうスケジュール帳の後ろのフリースペースとかに本当に自由に書いてて、いつ書いたかとかもあんまり覚えてないのね。だけどやっぱりその時に感じたこととかを残しておきたいっていうのもあるし、今ポッドキャストやってるから、それがその喋るものとしての記録になるかなって思うんだけど、なんか日記とかもさ、その直接今リアルタイムで話すよりも頭で考えるじゃん。だから自分と向き合えるなと思って、ちょっとね、日記を続けようかなと思って。でも毎日って思うとちょっとハードル高くなってさ、やめちゃったりするから、日記を書きたい時に書くっていうのが今の目標というか、なんか1ヶ月後でもいいし、数ヶ月後、1年後に見返した時に、こういうふうに思ってたなとかさ、思えるし、それをポッドキャストで話すこともできるし、自分の変化を楽しむこともできるし、あとはそうだな、19、20ぐらいの時に勉強がすごい大変な時期だったから、いろんなところに書いてたのね。インスタの投稿とかもそうだし、あとはノートとかにも自分の気持ちとか、あとは詩みたいなものを書いてて、でそれ今読むとすごいな自分って思うのねなんか自画自賛じゃないけど、よくこんな表現できたなとか思うのね。でもやっぱ人が何かを生み出す時って結構苦しい時だと思うの。日本の文豪とかもそうだけど、夏目漱石もそうだし、あとは太宰治もそうだし、三島由紀夫とかも結構
しんどい経験をしてるというか、自殺で亡くなってる人もいるし、精神を病んじゃった人もいるし、けど文章を生み出す時ってそういう時だと思うのね。ハッピーな時ってハッピーだから自分と向き合う必要ってそんなにないというか、なんか自制したりとか、自分の中で何か考えたりとかすることってタイミングがあんまりないと思うのね。だからそれはそれでいいし、自分一人で楽しい時も友達だったり恋人だったり家族と楽しい時間を過ごしているからこそ、そこまで真剣に向き合う必要もないというか、向き合いたい時に向き合うみたいな感じだと思うんだけど、やっぱり文豪とかってさ、小説を生み出さなきゃいけないわけじゃん。だから生み出すためにはさ、やっぱ苦しみが必要だよね。そう、さっき話してた何かを生み出す時には苦しみが必要って言ってたことの補足というか、いろいろ自分の動画見返してて思ったことなんだけど、私浪人をしてたんだけど、浪人してる時に現代文の先生が、現代文ってさ、いろいろなものがテーマで出てくるじゃん。それでその時にその言葉を生み出すことの辛さみたいなものを話してたのね。で、その内容が、詳しくはあんま覚えてないんだけど、例えばさ、悲しい、嬉しい、苦しい、楽しいとか、そういう形容詞ってすぐに出てくると思うのね。だし、先人たちがさ作ってきた言葉だから、そういう表現って一般の私たちでもできるじゃん。だけど、よく言われる言葉にならない思いとかってさ、言われたりすると思うんだけど、私は文学科を専攻してた人間として、言葉にならない思いを言葉にしろよって思ったりするのね。難しいけど、最近、昔からさ、言葉って変化していくから、今ある言葉でも昔の人からしたら、なんだその若者言葉はって思われたりすると思うんだけど、今とかだとエモいとか、そういう言葉で、あとやばいとかね、そういう言葉でいろいろマイナスなこともプラスのことも全部表現できるのがやばいだったりするし、もうちょっとノスタルジーな感じだったりとか、感情が高ぶることをエモいって表現したりすると思うんだけど、だからそういう言葉が生み出されることも言語だし、面白いなって思うのね。でもそれと同じぐらい言葉を生み出すことの大切さというか、難しさっていうのはあるし、誰にでもできることじゃないと思ってるのね。だからやっぱり物語だったりを考えるときに、かつての文豪たちはどういうふうにこの感情を表現しようって思いながら一つ一つ文章を書いてたと思うの。だからこそそれが何十年も語り継がれる作品だったりもするし、時代が変わった今でも面白いものだと思うのね。だからこそ何かを生み出すときには苦しみが必要ってさっき言ったんだけど、生み出すために苦しみが必要というか、生み出すイコール苦しいというか、
これもどうやって表現したらいいのか難しいんだけど、やっぱりない0から1を作り出すっていうのが一番大変なように、何か頭にある感情を言葉にするってすごい難しいと思うの。それが単純な悲しいってあったとしても、突き詰めていけばさ、悲しい原因から探っていって、でどのようにして悲しいのかっていうのを表現するのってさ、結構難しくない？そりゃ苦しいよねだから何かを生み出すっていうことにはすごく覚悟がいることだし、なんかいろいろこんぐらい上がってきちゃったけど、そういう大変さがあるよねっていうのをね、さっきの動画で言いたかったのっていう感じかな。なんかまた補足したいことがあったら補足しますって思って、なんか私は今会社を休職してて、休職した原因とかもいろいろなものがあるけど、この今だからこそ考えてることを残しておく意味があるんじゃないかなと思ってる。難しいけど、久しぶりに日記を書いてみたら結構いっぱいいろんなことが出てきていいよね。なんか続けていこうかなって思った。すごい外でセミの鳴き声が聞こえる。夏だね。これさ、デカフェなのね。いいよね。デカフェの紅茶って美味しいイメージあんまなかったけど、普通に美味しい。好きなのね、私。で、新しい本読むのも好きだし、青空文庫とかでさ、大正から昭和ぐらいの話読むのも好きなんだけど、なんか頭疲れてる時ってさ、あんまり新しい話入んなかったりするじゃん。だからこれね、これは人生のバイブルと言っても過言ではない。だけど角田光代さんの愛してるなんて言うわけないだろっていう本で、これ大学生の時に図書館で出会った本なんだけど、もう好きすぎて買ったエッセイなの、角田光代さんの。で、私はこれ全部読んでるんだけど、私のこれの好きな読み方はランダムで読む。こうやってでここを読むの。ここの今読んだページが、話の途中だから、このエッセイの一番最初に行って、ここのね章を読むっていう、こういう読み方をしてる。これはそしたらなんか不思議なことにその時欲しかった言葉が書いてるんだよね。だからそういう読み方をしてる。他の本ではあんまりこういう読み方しないんだけど、これはねするの。そうやっていつもこれを読んでる。好きな本とかもいろいろシェアしたいよね。私は結構女性の作家さんも好きだし、男性の作家さんも好きだけど、名前挙げると角田光代さん、田辺聖子さん、生国香織さん、吉本ばななさん、あとは、村上春樹さんの結構昔の本、最近の本っていうよりかはノルウェーの森とかダンスとか羊をめぐる物語とか羊男とか、そういうここら辺が好きで読んでるんだけど、もうそのあたりは何回も読んでる感じかな。
ノルウェーの森、村上春樹のノルウェーの森と、あとこのエッセイと、あと江国香織の東京タワーは本当にもう擦り切れるぐらい読んでて、そうなの。でも大学では古典文学をやってたから、結構その古典文学というか、平安時代の話も好きなんだけど、江戸時代の文学は私は好きだったのね。だから、雨月物語とか、今のホラーは怖いけどさ、江戸時代のホラーは読めるんだよね。妖怪とかも好きだし、でも雨月物語も結構怖いかも。でも好き。これね。多分これ読んでたら眠くなるから、多分私今まだ多分7時ぐらいだと思うんだけど、寝ちゃうかもしれない。これ可愛くない？これね、軽井沢のアウトレット行った時に行ったらで買ったんだけど、めっちゃお気に入り。なんか会社で最初使ってたんだけど、可愛すぎて家で使いたくなって、会社のやつ違うマグカップに変えて持って帰ってきた。チョコチップクッキー本当に美味しかった。おすすめのチョコチップクッキーあったら教えてほしい。私が今のところ好きなのは、なんだっけ、ベンズクッキーだっけ、銀座6とかの地下に入ってるクッキー屋さんのクッキーも好きだし、身近なところで言うとスタバのチョコチップクッキーも好きだし、で今日食べてたのは広尾にあるメルティングアイスクリームだっけ、待って、店名あって調べるわっていうところのクッキーなんだけど、ここもめっちゃ美味しい。アメリカンな感じする。あとはなんか今日の朝ごはんはアボカドトーストなんだって。私家族で住んでるから、お料理が得意なお母さんがいるんだけど、めっちゃ楽しみで、アボカドトーストってさ、いろんなカフェで出してると思うんだけど、私が本当にこの世で一番好きなのが、ブルーボトルのアボカドトーストなのね。なんか、本当に美味しくて酸味があって、あんな美味しいアボカドトースト食べたことない。他で食べれないって思ってたの。でもなんか、味付けがすごい複雑に思ってて、家でできないかなこれって思ってたら、なんとブルーボトルが作り方公開してたの。ってことに最近気づいて、なんか家でもその食べ方で食べてる。めっちゃ美味しいから調べてみて、みんなも。だから朝ごはんを食べたいから、このまま起きてるか、ちょっと寝て起きるか悩んでるんだけど、横になろうかな。紅茶全部飲んだら。します。